お金。お金というのは実に難しいものである。道徳とお金は一致しなければならない。渋沢栄一。しかし、これからお伝えする法則は、経営者に限らず、会社員も、主婦も、学生も、シニアも、そして、あなたも、笑顔になれる、すべてのお金に関わる人に、等しく当てはまる法則である。あなたは、たくさんの私を欲しいですか？ただし、金儲けの身に走る者は、後々必ず失敗する。逆に、道理道徳の身を追求する者も、世の中で成功することはできぬ。この二つのバランスが取れぬ限り、いかほど稼ぎ出した富も、いずれ怪人に帰してしまうのである。私が500以上の企業や人々に関わってきた中で、成功した企業も失敗した企業も、成功した人々も失敗した人々も、この一点が分かれ目であったのだ。この動画では、私が人生を通じて学んだ、お金と道徳の法則の中から、基本中の基本となる一つの法則についてお話をしようと思う。これを知れば、あなたがこれからの人生で稼ぐ金銭は、単なる数字ではなく、自分自身の人生と社会への投資となるのである。さらには、その富が確実に継続し、次の世代へまで影響を与えることができるようになるであろう。そして今回は、今すぐ実践できる行動アドバイスと、今すぐ実践するワークも用意してある。誰にでもすぐにできる簡単な実践方法だ。私は、宗教家でもカウンセラーでもない、実業家である。実践こそ全てである。本編を視聴した後に、ぜひこのアドバイスとワークを実践することを私は強くお勧めする。なぜならば、この動画を見て、知識を頭に入れるだけでは意味がないのだ。知識を自らの思考に変えて、それを言葉にし、行動することで、初めてあなたの人生が変わるからである。私は、私が携わる皆が幸せになってほしいと願っておる。だから、いつも皆のそばにおるのだ。そして、もっともっと多くの私が、あなたのそばに行きたいと思っておるのだ。では、そのための法則をお伝えしよう。道徳とお金の法則。その1、人間というものは、仕事をするときに、2つの道がある。一つは金儲けをひたすら追求する道。もう一つは、道徳や夢、自らを追求する道である。若き日の私は、この2つは相反するものだと思っていた。ところが、様々な商いを経験する中で、気づくことがあった。そろばん、金儲けと、論語、道理道徳というのは、相反するのではなく、むしろ一致させねばならぬものなのである。私が申し述べた言葉がある。論語とそろばんとは一致せしめざるべからず、これを、現代語に置き換えれば、道理道徳、思いやりとお金は一致させなければならないという意味である。実のところ、世の中で失敗する人々というのは、この2つを分けて考えてしまうものばかりである。経営者に限らず、すべての人も等しくである。平日は仕事で、金銭のことばかり考える。だが週末は子供たちに道徳を教える。会社員なら、日中は利益に奔走し、夜は居酒屋で道理を説く。奥様方なら、昼下がりはカフェで倫理について語り、夕方はスーパーで金銭のことを考える。そのように、場面によって使い分けるものだから、心の中に矛盾が生まれるのである。そういうものの顔を見てごらんなさい。何か疲弊しているではないか。何か足りぬような顔をしている。それは、心と行動がちぐはぐであるからなのだ。心では、正しくありたいと思っているのに、仕事や日常生活では、金銭の身を追求せよと自分を強いる。お金はより多く稼いで、より少なく使う。その葛藤が顔に現れるのである。けれども、私が500社以上に関わってきた中で、本当に繁栄した企業や成功した人たちというのは、この道徳とお金が一致した者たちばかりであった。金銭を稼ぐことも大事にするが、同時に社会への責任も果たしていく。そういう企業や人たちは、長く愛されるのである。これは、企業に限らず、個人の人生も同じなのだ。仕事と家庭、どちらが大事なのかではないのである。仕事も、家庭も、そして社会も、すべてが等しく大事なのだ。では、どのように、道徳とお金を一致させるのか、その実践方法をお伝えしよう。実践方法、道徳とお金とは一致させるべきである。今すぐ実践するための行動アドバイス。では、私が最もお勧めする今すぐ実践できる方法をお伝えしよう。それは、お金というのは、稼ぐことばかりを大事にするのではなく、お金を使うことを重要視するということである。これなら誰にでもできる道徳。つまり、世のため人のためであろう。行動アドバイスは、その時の心構えが大事なのだ。
ここからは実践的なワークをご紹介しよう。まずは、とある言葉をあなたにお伝えしたい。考えは言葉となり、言葉は行動となる。行動は習慣となり、習慣は人格となり、人格は運命となる。これは、かの有名なマーガレット・サッチャー元イギリス首相が述べた言葉である。この言葉の意味するところは深い。私たちは、思考というステップ1から、運命という最終ステップまで、すべてが一本の道でつながっているということなのだ。つまり、ステップ1、今あなたが何を思い、どう考えるかが思考となり、ステップ2、その思考が言葉となり、ステップ3、その言葉が行動となり、ステップ4、その行動を繰り返すことで習慣となり、ステップ5、その習慣があなたの人格を形作り、ステップ6、その人格があなたの人生、すなわち運命を決定づける、ということなのである。本編で申し述べた法則も、同じことが言えるのだ。名言集を書籍で読んだり、動画を視聴したりするだけでは、それはまだ、ステップ1の知識、思考の段階に過ぎない。大切なのはその先である。では、ステップ1、思考を変えることから始めてみよう。先ほど述べた、お金を使うことを重要視するということ。それは、自分で稼いだお金だから、俺様の自由に使うという意識ではなく、このように考えるべきなのである。お金と交換に物やことをありがたく頂戴する。そのお金は世の中の恵みになる。そう、お金を使って買い物をする。という思考ではなく、物やことをありがたく頂戴して、お金を世の中に恵むという思考に変えるのだ。このような有意義で高尚な思考を持ち、お金を使うのだ。誰にでも今すぐに、そして毎日できる行動であろう。人は皆豊かになりたいと願っている。しかし、多くのお金があることが、すなわち豊かなのだろうか。上位概念は、心が豊かになりたいのであろう。もちろんお金が豊かにあれば、一時は心も豊かになるであろう。しかし、その思考では、お金が貧しくなれば、心も貧しくなるということであろう。そうではなく、お金の有無にかかわらず、心は豊かになれるのである。心が豊かになれば、お金も、人も、物も集まってくるのである。では、具体的な行動アドバイスを差し上げよう。行動アドバイス、感謝してお金を使う。お金を使うという行為においては、そこで必ず何かを受け取っているはずである。そして、その何かは必ず誰かが、仕事という労力を投下して出来上がったものやことなのである。あなたが仕事でそうしているように、誰かが同じく汗水を流して、苦労して出来上がったものやことなのである。それをお金という物品と交換して、感謝して頂戴しているのである。パンも、ジュースも、服もパソコンも、バスも電車も宅急便も、仕事をしてくれているすべての人に感謝して、お金と交換して、いただくのである。決して店員さんだけが、ありがとうございますというのではないのだ。あなたの方こそ率先して、ありがとうございますというのだ。コンビニの店員の、あざあしたの言い方がなっておらん。何も言わない店員もいる。けしからん。と感じたことはないだろうか。では、あなたは、言い方以前に、そもそもありがとうございますと言っているだろうか。お金を使うときに、いつも感謝するという思考になっているだろうか。お金を払ったんだから、思うことも言うことも必要なし、ということではなかろう。誰かが汗水を流して出来上がったものやことをありがたく頂戴しているのである。釈迦に説法ではあるが、ありがとうとはありがたし、あることが難しいというのが語源で、めったにない、貴重であるという意味だ。パンも服も電車も宅急便も、あなたの力では、あることが難しい物事であるはずだ。実践方法をまとめてみよう。お金を使うときは、1、ありがたく頂戴するという思考に変える。2、ありがとうございますと言葉にする。3、感謝してお金を使う行動をする。4、常に行い習慣にする。今すぐ実行可能な実践方法であるはずだ。あとは、人格となり、運命となることであろう。こんな簡単なことをのうのうと語るな。そんなこと知ってるよ。そういう方もいらっしゃることであろう。しかし、私がお伝えしているのは、知識ではなく、行動していますかということである。知っている人は多いが、行動している人は少ない。だから、豊かな人も少ないのではなかろうか。そう、おっしゃる通り、簡単なことなのである。今すぐやってみていただきたい。もう一度言うが、私は、詐欺師でも宗教家でも、口だけのカウンセラーでもない、実業家である。実際に行ってみることをお勧めする。いかがであろうか。この動画を視聴し始めてわずか10分で、思考が言葉となり、行動し、習慣化することは、意外に簡単にできること。
お分かりいただけたのではないだろうか。つまり、その後の人格となり、運命となることも意外に簡単にできるということだ。まとめとして、私が申し上げたいのは、偉人の法則は、特別な法則ではないということである。誰もが持つ、普遍的な原理である。その法則に気づけるかどうかが、人生の成功を左右するのである。では最後に、この法則を今すぐ身につける偉人の法則ワークも紹介したい。偉人の法則ワーク。そう。この動画を見て培ったステップ1の思考をステップ2の言葉にしてみよう。では、私が申し述べる法則を、あなたも声に出して、繰り返して言ってみよう。もし声が出せない環境であれば、頭の中で唱えてもよい。あるいは、紙に書いてみるのもよいであろう。大切なのは、この法則を、あなた自身からアウトプットして、あなたの言葉にすることなのだ。では、私の後に、ご一緒に繰り返していただきたい。道徳とお金は一致しなければならない。はい。もう一度、道徳とお金は一致しなければならない。はい。これでこの法則はあなたの言葉となったのである。あとは、お伝えした行動アドバイスを実践してみること。その行動を続けることで、習慣となり、人格となり、やがて運命となるのである。簡単なことだ。常日頃、行っている行動だ。私を使うときに、今までの思考を変えるだけだ。もちろん津田梅子さんや北里柴三郎さん、QR 決済でも構わない。ありがとうございますは店員さん側が言うのではない。あなたが言うのだ。ありがとうございます。と。私はいつもあなたのそばにおる。私を見るたびにこの法則を思い出し、そしてありがとうございますと言葉にして運命にしてください。そんな簡単なことを、その簡単なことをできない人が多いのだ。その簡単なことをやる人が少ないのだ。それをやり続ける人などもっと少ないのだ。あなたはどちらですかな。あなたの人生にこの法則を少しでも役立てていただけたら、私の何よりの喜びである。その時は、私を大勢引き連れて、あなたのもとに馳せ参じよう。終わりに、いかがでしたか。もし今日のお話が、あなたの人生に新しい気づきや励みを与えるものでしたら、どのようなことでも、遠慮なくコメント欄にお書きください。備忘録がてら、ぜひ言葉にしてみてください。思考を言葉にすることで、やがて運命となることでしょう。私たちも大変励みになります。指先一つでも構わないのです。動き出してみてください。もしこの動画がためになったのであれば、コメント欄に5と入力してください。また改善点やご意見がありましたら、1と入力してください。今後も様々な偉人の法則を配信していきます。いいねとチャンネル登録をいただけると、次回の通知が届きますので、ぜひよろしくお願いいたします。この偉人の法則が、あなたの幸せの法則となりますように。あなたのもとにたくさんの私が訪れ、あなたの人生が豊かになることを心から願っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。